Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは札幌新ことに麻布界隈12件でそれでは早速 Let's get it started 1. Kita Sanju Gojo Nishi 8 Sango Stock ママダム 100% パラダイスが北35条の西8丁目にございます。なんと開店待ちのマダムたちが並んでいたのを偶然取り掛かって見つけたお店。なんだここはってね。こちらはストーブ鍋を使用した雑炊がメインのこじゃれまくったカフェです。スタッフもお客さんも 100% ギャルで、おじさんはウハウハですね。2階には子供が遊べるスペースがあって、駐車場も10台分あるってのもママ会にうってつけ。メインのストーブ鍋雑炊の他にサラダと小鉢2品にドリンクまでセットでこの値段。しかも小鉢がこじゃれまくってんのよね。切り干し大根のジェノベーゼってのがそっそり。ねえ、こういう美味しい楽しいことする日本人大好きですね。ギャルもママもマダムも大喜びですわね。 2. Kita Sanju Kujo Nishi 5 Kisa Yakata 麻布駅直結、昔は大英、今はイオンの真ん前にございます。超年季の入った喫茶店。いやー、健在で嬉しかったですね。かれこれ訪れるのは45年ぶりになりましょうか。20回は来たことあるんじゃないでしょうか。こちらのお店、懐かしい青春の思い出の場所でございます。ってことは高校生の時？そうなんです。ここでいつもおいちゃん田室正和だったんです昔は純喫茶的な感じでサンドイッチとコーンの乗ったサラダとコーヒーとセットで400円みたいな感じだったんだけど、今はランチをやってるみたいです。リッチな高校生だったのね。学校帰りに茶店に寄るなんて。バイトやバンドで結構稼いでたからね。バンドで稼ぐ高校生か。そう、この日替わりランチがお得でね、すごかったっすね。エビフライ定食700円って当時のママみたいな値段設定。ママはだいぶお年召されてたけどね、元気でよかった。そりゃそうでしょ、45年前言うたらね。エビフライにサラダに小鉢がついて700円ってすごくないこれ。しかも味が優しくって美味しい。やっつけで作った有り合わせってんじゃなくて、ちゃんと愛情のこもった母さんの手作り料理って感じさ。いいわ、このランチ。しょっぺくねえのが嬉しいっす。イワシの甘露煮かな、これが美味しかった。ニラ玉もね。駐車場がないのはちょっときついけど、イオンで買い物ついでにみたいに来ればいいよね。だ 3. Shinkatoni Nana Joe 14 Menya Ren Car 西のトンデン通り沿いのラーメン屋さん。この辺りって結構お店あんのよね。ここは煮干しの辛ラーメンっていうのがあってね、ずっとそれが気になってたんだけども、なかなか来れなくってね、やっと来ることができました。がしかし券売機の前に立つと何やらいろんな味があってね、迷っちゃってパニクっちゃいました。どうしよう、何しようかなって思ってる間に次々後続客は入ってくるし、焦りまくって予定と全然違うボタンをポチリとね。なんですってだってさ、エビ塩ってのがあったからさ。エビ塩、これうまかったよ。透き通った塩スープにえぐみのない澄んだエビスープが上品な仕上がりになってて、ありがちなアントニー臭も見え隠れすること全くなく美味しくいただきやした。いいなぁ。今度私も行こうっと。だけどさ、ここ鶏白湯でしょ、煮干しスープにあごだしエビでしょ、一体何種類のスープ炊いてらっしゃるのと驚きのラーメン屋さんなのでした。辛い煮干しも気になるね。 4. Shinkatoni Hachi Joe 12 Sakura Pizza 2023年開業の新しめのピザ屋さん。視聴者さんのおすすめもあり、初訪問でござい。監督行ってきましたよ。こちらは北海道産小麦 100% 天然酵母で長時間発酵した生地に
ピザに使われているチーズも何もかも 100% 北海道産または国産という地産地消にこだわったピザ屋さんのようです。そうなの。道産国産にこだわると高くなっちゃうと思いきや、これがとってもリーズナブル。ほほ生地の表面はパリパリサクサク、中はもっちりしてトマトソースが美味しい。桜の風味付けされた燻製オイルがオリジナリティあってですね。Originality. 照り焼きチキンやエビグラタン風ピザとかジャパニーズなアレンジピザもあって楽しいにゃ。季節のティラミスってのがあるんだけど、かぼちゃのティラミスっていうのがあるみたいなのよね。ほう、かぼちゃティラミスですか。そりゃあぜひいただいてみたいですね。ね、かぼちゃのティラミスの季節ってハロウィンかな。ハロウィン随分と先だにゃ、そりゃ。だってかぼちゃの旬言うたら秋から冬でしょ。ほなハロウィンか。5. Shinkatoni Hachi Joe 14. Torkoan. またまた西のトンデン通り沿いの人気店ね。ここはつけそばが人気のようだけど。そうなんです。事前調査ではつけそばとカツ丼の評価がすこぶる高いようでしたのでね。でもラーメンメインのお店だから中華そばもうまそう。カツカレー丼もあるし。アップね、カツカレーよく我慢したね。歯を食いしばって膝がガクガク震えてたよ。はい、人気のカツ丼、なんとこちらのカツ丼タレカツ丼なんです。あら珍しい。新潟の方なのかしらね。え、または浦川のカツ飯育ちかと思いきや、結構新潟の太郎さんっぽい美味しいタレカツ丼でしたね。食べてみたい。いいよね、太郎さんっぽいのならタレカツ大歓迎でしょう。カツ丼も眉だけど、このつけそばもかなりイケてましたね。どこのつけ麺とも違うつけ麺。食べてみたい。ってことで、やっぱりカツカレーも我慢できないので中華そば&カツカレーすぐ食べに来ちゃいました。やっぱり美味しいですね。出汁の効いた優しい醤油スープに結構醤油が主張しますが、旨味があり飲まさる中華そば。このラーメンが740円っていうのは札幌じゃ安い部類じゃない？そうなんだ。そしてカレーは意外にもブラッキーでスパイシーなトロットタイプ。カツもさっくり上がってて欲望の泉をみちみちに満たしてくれますよ。これは溢れちゃいます。何が？いいからだけどラーメン、カツ丼、カツカレー、女子にはなかなかいけない背徳感。男でよかった。くそ。6. Shinkatoni ni Joe 13. Bokaren. またまた西のトンデン通り沿いの焼肉屋さん。ここボッカ園さんは回転寿司の名古屋とか亭さん系列の焼肉屋さんね。そうなんです。札幌市内にはあと系列焼肉店が3店舗あるそうなんですが、そちらはなぜにか牧前という店名のようで、なぜにここだけボッカ園なのかは僕は全然わかりません。はいはい。満腹ランチは普段自分でチョイスしないようなお肉、お店おすすめのお肉たっぷりと盛り合わさっているので新発見があっていいわね。そうだね。この満腹ランチは1人前頼めば2人でシェアしてちょうどいいぐらいのボリュームありますね。ジュージューカルビ、豚カルビ、鶏カルビ、ご飯、味噌汁、漬物、サラダもついてる。しかも普段食べない部位も美味しくって感激。デジカルビもタッカルビもうまいね。これで1408円ってのは安い。助かるビ。ところでタッカルビは知ってるけど、デジカルビってめちゃくちゃ美味しくなさそうなんだけど。これ豚カルビって意味なんだけど美味しいでしょ。韓国でも好んでデジカルビ食べてましたよ、おいちゃんは。そもそも豚バラ大好きだもんね。そうなの。もみだれが絶妙な味付けで美味しいですね。ジンギスカンはちょっと残念でしたか。スーパーで売ってる生ラムと同じっぽい感じだけど、生ラムっていうのはそういうことなんでね。ということ、ランチはドリンクまでついてるってのも嬉しいし、焼肉や独特の匂いもほとんど服につかないのがポイント高いわ、私的に。確かに排煙設備完璧ね。 7. Shinkatoni Hachi Joe 8. Yondai Maimendokalo UG.
2011年オープン、結構ベテラン鶏白湯。10時からオープンっていうのが嬉しい新琴に4番通りのお店。こちらの鶏白湯はどちらかというとサラッと系の鶏白湯。こちらもとても美味しいがクリーミー系ではない感じ。ポタージュや系ではないってことね。だ。つけ麺を皆さん絶賛されているのでつけ麺も食べてみたいと思っているのですが、なかなか行けない日々が続いております。なぜカツカレー優先でことが運んでおりますのでね、私の残り少ない人生は。本当は鶏白湯も大好物なんですがね。そういえばあっという間に7月ね。だ。いよいよですね。地球が平和でハッピーな星になりますように。はい、祈るばかりでございます。8. Shinkatoni Nana Jo 2 Deka Molly Kaisen Donya 新琴に4番通りにございますデカ盛り海鮮丼屋さん、気になってた方多いんじゃありませんか？そうなんです。気になってたんです。ここ知ってはいたんだけどなかなか来る機会ありませんでね。なんとなく海鮮丼屋っていうイメージこの4番通りにはなかったもんで、今回新琴に界隈ってことでちょっと調べてみましたら、なんとこちら9のつく日は半額でっていうじゃないですか。そうなの。いや、そりゃ行くっきゃないってことでやってまいりました。今日は6月19日、通常レギュラーサイズ1980円のいくら丼が990円でいただけるということでね。そしたら本当にあった9のつく日の半額メニュー。付け合わせは豚汁か冷たいお蕎麦か選びます。もう全ての海鮮が高騰する昨今、こんな大盤振る舞いはありがたいじゃござんせんか。はい、好きな寿司ネタ、甘エビ、イクラ、本マグロ赤身の私には嬉しすぎるイクラ丼。最近のイクラはべったぼうに高くなっちゃってて、おいそれと食べられなくなっちゃいましたからね。ああ、回転寿司で頼むの躊躇するようになりましたからね。必ず頼んでたイクラをね。そんなさなかこんなにこんもりもっこりのいくら丼が990円。ありがとうございます。でもなんでこんなに安いんだ？謎は深まるばかり。いいの9のつく日はいくら丼食べに行こうぜ。ほい。9. Shinkatoni Jujo 5 Kaname シーズン3でも町中華でも広東麺の動画でもご紹介しております。新琴似の住宅街にある隠れ家的中華厨房。住宅改造型店舗。ご近所さんはお店に直接予約しに来たりしてて、とても地域に愛されている感が伝わってきますね。はい、落ち着いて食事ができる大好きなお店ですね。いささかお店が小さいので 3,4 組しか入れないので、いつもお昼時はいっぱいですが。はい、本日のランチは素通りに小鉢が3品、スープに杏仁豆腐までついて1100円。小鉢3品ってのが嬉しい。しかもこれホテルクオリティじゃないですか。で、お値段は大衆中華で、これこの間までは950円だったんだけどね。仕方ないよね。何でも値上がっちまう。そりゃそうよ。お米がこんなに高いんだから、これは隠れ家的。近所にあったら嬉しいお店ね。腹パンになったら目の前の公園の山に登ってボルトのポーズってのが私たちのルーティン。Routine 10. Azabu Hokuzan Ryu 小麦香る旭川ラーメンの素朴な美味しさがここにあります。旭川ラーメンの伝承者。札幌で美味しい旭川ラーメンが味わえる数少ないお店ですね。ことにの七七さんとともにおいちゃんのお気に入り旭川ラーメン in 札幌はこちらでございます。やっぱり加藤さんの麺は美味しい。安心するね。札幌のプリッとした加水率の高い麺も好きだけれども、旭川の小麦香るこの麺も最高なんだよね。11. Shinkatoni Hachi Jowan Gyukatsu Ichihana 視聴者さんおすすめ、札幌で牛カツがいただけるってんでやっとこさお邪魔できました。もちろんリードオフメニュー、席に着く間や牛カツ定食をそこで注文。注文も早ければできるのも早い。待つことものの5分で牛カツ登場。早っ。誰かのと間違ったのかなって思ったよね。まあレア揚げだからね、牛カツは早いよね。しかし安いね。ね、
牛カツは米沢牛以来かな。いや、神戸のグリル一平でも食べたっしょ。あ、そっか、そうね。はいはいはい。今時ビーフカツが1000円台ってのはなかなかないよ。そうだよね。牛カツ美味しゅうございました。牛さんをカリッとレアめに揚げてあってね。でもやっぱりおちゃんは牛は焼いた方が好きかな。ステーキの方が好き。あら、珍しい。この揚げ物大好き親父が。牛は焼きたい派、猛烈に。もう。 12. Azabu. Goody goody. 麻布の住宅街にある路地裏の老舗カフェレストラン。メニューが豊富すぎてシステム理解するのに5分以上かかっちゃいました。理解してみると、デザート、サラダ、スープまでついてこの値段ってのは嬉しいんじゃない？ねえ、デザートが来るのは待ち遠しかったです。わかる。これ楽しいね。昭和チック。なんか学生時代にタイムスリップしちゃった。目の前にはバスケ部のイケメンじゃなくてスケベなおっさんが座ってるけどひどい言いようだね。これでも昔はバスケ部のイケメンだったんだぜ。45年前は。本当45年ってすごいよね。ほぼ半世紀だよ。まさか自分がじいさんになるとは思ってもいなかったからね。わかる。まさか私もこんな年になるなんてね。ね、anyway、まあこれもまた違った昭和食堂だね。ね、青春回帰楽しかった。ね。 Jikano mesha to be were. Gachi day mata tabathai. E shikaliat suta kaiwai death. O tano shimi ni. See you soon. この新ことに麻布界隈っていうのはお互い別時代の別系統で若い頃を過ごしたゾーンなんだよね。奇遇にも。そうだね。おいちゃんは高校生の時だから1980年頃かな。おお、そっか。グリーンはあれかな、1995年ぐらいからでしょ。短大時代だからね。15年ぐらいずれてんだけど、だもう嬉しかったね。高校生の時に通い詰めてたサテンが未だに残ってたっていうのがね。すごいよね。そして面影があった。あの頃多分若かったんだよね、ママはね。そりゃそうじゃん。30歳前後だったとして当時オープンしたての頃だったんで、プラス45なんで、ああそっか、75ぐらいにはなられてるのかなと思ったんだけど、ちょっと面影があってね。いいね。イオンなんてさ、今もう日本中イオンだらけだけどさ、ここ最近でしょ、我々の感覚で言うと。そうね。20年ぐらいイオンっていうのがのしてきたのはかな。ジャスコだったじゃないか、最初は。ああそうだ、ジャスコだ。いつの間にかイオンに変わってて、あれあそこもイオンここもイオンって全部イオンになっちゃっててね。お隣3軒イオンみたいな。こんなにイオンだらけで大丈夫って思うけどね。ね、これが北海道だけじゃなくて日本全国的にね。特に北海道はでもイオン率が高くなってるかな。高い。他の町はね、地場のスーパーチェーンとかは結構あるけど、ほんと札幌に関してはイオン一色になっちゃってる。そうだよね、北海道。ジャスコ買収したのよ。ダイエーもイオンになって、コトニーのダイエーがイオンになって、隣のフードセンターもマックスバリューになってて、イオンだらけじゃねえか。なんであんな両隣ね、ほんと不思議だわ。ジャスコはどこ行っちゃった？ジャスコって I just go to say I love you。 じゃあ知ってるこの歌？そんな曲は知ってます。 I just go。 ジャスコとは関係ありません。スティービー・ワンダーに歌わせるとはね、ジャスコのテーマさんがすごいね。どんだけギャランティーが